それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手があなたのことに対して後悔していることをテーマに見ていきます。はい、今どんな関係性であれ、お相手があなたのことで何について後悔しているのか、何かあればくださいということでメッセージをいただいていきます。今回はタロットカード正逆採用で見ていきます。すでにシャッフルはしてあります。こちらからお相手の目線で今出していきます。何を後悔しているのか、そしてお相手の本心っていうところも潜って見ていこうと思います。そして今後どうなっていくのかっていうことと、あなたが今できることについてもアドバイスをもらっていきます。ではよろしくお願いします。ではもらっていきます。はい、こちらでもらっていきますね。では開けていきましょう。今回はオリジナルスプレッドを使っています。そうですね、ペンタクルページ逆位置チャリオット、そしてカップのエースですね。はい、逆位置で入っています。はい、そしてソードのページで、あとこちらですね、ペンタクル8逆位置です。あとはこちらの2枚です。こちらが力逆位置とソードのエース逆位置で入っています。ここからお相手のお気持ちっていうところをもらっていきましょう。まずお相手の、そうですね、過去から現在にかけて見ているんですが、そうだな、お相手にとって努力していたんだけど、それが形にならなかったりとか、または落ち着きがなかったのかもしれません。あなたとの関係性においてチャンスをなかなか見出すことができなかったり、またはあなたときちんと向き合うことができなかったのかもしれません。ただその過去からもうお相手は変わろうとしています。今現在は全く違うお相手の姿っていうのが見えていますので、今ね、チャリオットが出てますから、自分自身を克服したのかもしれないし、これからどうやってあなたと向き合っていけばいいのかっていう道がしっかりと定まった、自分の芯がちゃんとできたんじゃないかなっていうのが出てきています。そうですね、2人の関係性についてお相手が考えていることっていうのもこれから見ていくんですが、後悔していることについて、その時お相手がどういう行動をとったのか、あなたに対して警戒心を抱いてしまったとか、あとは周りの状況をすごく気にしていたり、周りの目ですね、人々の目を気にされていたり、視線を気にしていたりとか、なんかね、ゆっくりとあなたと向き合うような状況じゃなかったんだよとか、自分の気持ちの余裕がなかったんだっていうところを感じています。お相手はその時ね、あなたのことよりも他に周りの方が気になるとか、そういうところがあったんじゃないかなと思います。ついついね、そういう態度をとってしまったとか、あなたに向き合えていなかったんだよなっていうね、自分のそれは幼さから来ていたもの、精神的なものですねから来ていたんじゃないかなっていうふうには感じていますし、あなたと積み重ねていくことができなかったとか、集中できていないっていうことがね、気が散っちゃっていたっていうのが原因でご自身の中では感じていましたね。はい、そして中にはお仕事っていうのが関わってくるかもしれないんですが、多分周りのことに気を配りすぎたんじゃないかなっていうのが、客観的に私から見て今感じるのはね、お相手が気を使いすぎていたのかなっていうふうに感じます。本当はあなたと2人で 見つめ合って解決していけばよかったんだけど、そうじゃなかった、気が散っていたっていうのが入っていたし、
あと時間がかかっていたのかなと思います。あなたからしてみたらもどかしいなっていう風に感じていたんじゃないかなとも思っていますね。そして今現段階でお相手が感じている2人の関係性なんですが、自分がそうですね、乗っていけなかったとかね、あなたにちゃんと向き合えていなかったから始まるものが始まっていけなくてすごく寂しいってことが出てきています。そうですね、結ばれていかない絆っていうところですね、深めていけないんじゃないかなっていうふうにすごく不安に思ってるよっていうのが入っています。心が満たされないっていうところですね。2人の関係性において満たされないんだよっていうところ感じています。そしてなぜ2人の関係性が満たされないと思ったのかとか、それも全て自分があなたに寄り添っていけなかったからだっていう風に入ってるんですよね。本当は自然と2人が寄り添っていけるような間柄だったんじゃないかなって思ってるんです。中にはあなたの方が年上っていう方もいたかもしれませんね。でも年齢は置いといても寄り添っていけるはずだったのに周りが気になっちゃってとか、何かねそこに事情があるんでしょうね。お相手の中ではあなたに向き合えていなかった幼い自分がいたのが原因だっていうのが入ってきています。そうですね。そしてお相手から見たあなたっていうところでもここカードもらってるんですが、お相手から見たあなたっていうのもやっぱりあなたもあなたでね動けなかったんじゃないかなっていうふうにお相手目線では入っています。そしてあなたを揺れさせてしまったというかね、あなたのメンタルを崩れさせてしまったんじゃないかなとか、そしてあなた自身も切り抜けていけるような、例えば判断だったり行動力とかっていうところもお互いが引っ込み思案だったんじゃないかなっていうところもあるんです。でもほとんどが自分のせいなんじゃないかっていうふうにお相手が感じてるので、原因はね自分にあったんじゃないかっていうふうに感じてるから、お相手が向き合ってくれなかったからあなたも揺れちゃったんじゃないかなっていうふうに自分の中で感じてるみたいですね。あなたを不安にさせちゃったんだとかねっていうところもあると思います。ただ現在なんですけど、今でも自分でそれを道を切り開いてもうやっていくんだっていう覚悟がここで出てきているので、これから変わっていく動きを見せてくれるんじゃないかなと思っています。不安はあるんですけどね、お相手の中でも怖いんだけど、でも変えようってなんとかしようっていう風な気持ちが見えています。ではこの後今後お相手がどんな風に動いてくるのかっていうのももらっていこうと思います。それはこちらのタロットカードからもらっていきます。これもシャッフル済みです。お相手の動き、2人の流れ見ていきます。何について後悔しているのかといったら、自分があなたに対して真摯に向き合えていなかったこと、自分が幼い行動を取っちゃったっていうのを後悔されてるみたいですね。それはいろんな関係性があると思います。浅い関係から深い関係まで。ただその中でも自分があなたと向き合えていけなかったことがあるんじゃないかっていうふうに思ってるってことです。はい、今後の動きとしては動いていく、またチャリオットのカードが入っていますね。かなり強い思いでお相手は動いてくるんじゃないかなって。今ね2人の間でどうしようもならないような状況とかありませんか？自分たちの力だけではどうしようもならないよねっていうところ、そこを何とかして力ずくでもいいから状況を変えていこうとか、関係性を変えていきたいとかで頑張っても最初は報われないっていう風に感じるかもしれない、お互いが。でもそれでも負けないっていう風にお相手が次々と変化させていこうとか、目標に向かって努力をしていこうっていうね気持ちがすごく強く出ています。もしかしたら逆境すらも味方に変えるような大きな動きを出していくかもしれません。そうですね、そうだな、今障害に感じていること多分お互いにあるんじゃないかなと思うんです。それは周りの環境かもしれないし、自分たちの関係性をもっとはっきりさせることなのかもしれない。その目標に向かって今勝ち取っていくんだっていうすごく鋭くて強い意志を感じます。誰にも何も言わせないってぐらいの勢いで
すごくパワーを感じますし、ただでも一番最初は少しね、物事が動くまでには時間がかかるかもしれない。ものすごい勢いはあるんだけどね、それぐらいの障害だったり、絡み合ってることがあるんじゃないかなと思います。あなたに対してちゃんと向き合えていなかったことを向き合うようにしようって努力するので、あなたの警戒心を解くまでに時間をかけるのかもしれない、かかるのかもしれないし、周りを気にしているってことは何か周りのことで気になることがあってってことが多分あると思うので、そこを片付けてからあなたと向き合っていこうっていうふうに思ってるかもしれないから、だからちょっと時間かかるかもなというところはあります。で、動いてくるよっていうのがチャリオット2枚とも出ていて、そして動いてきてくれるとか、問題解決に向かっていくんだって思うかもしれないけど、少し時間はかかるかもっていうのは出てきています。ただし変わります。お相手の方から確実に動いていきますね。ではその時にあなたはどういうことをすればいいのかとか、今からできることとか、何かアドバイスがあればくださいってことで、ルノルマンからもらっていきましょう。かなりお相手の意志が強いので、そして2人の関係性はじゃあ変わるのかなって、お相手が不安に思ってるのは自分の気持ちが伝わらないんじゃないかなとか、もう遅いんじゃないかなっていうところを感じてるんですけど、まずは今あなたができることについて、1枚、棺のカード。しかしここから感じるのは、今あなたが受け取る番ですっていうのを感じるんですね。達成っていうのも入ってきます。2人の関係性が変わるってこともそうかもしれないし、こじ開けていくっていうイメージが入ってきます。蓋をしていたもの、蓋をしなきゃいけなかったとか、するしかなかったとかっていうものが開いていって、そこから開放的な気持ちが溢れてくる、エネルギーが溢れてくるっていうのを感じるので、何かしらの区切りはつくだろう。だけどそのことによってあなた自身の心が開放的になるとか、エネルギーが溜まっていたものが出ていくっていうイメージがあるから、それはネガティブなエネルギーかもしれない。溜まっていたネガティブなものがバーッと出てすっきりするのかもしれないし、でようやく一区切りつく、落ち着く、気持ちが落ち着くのかもしれないっていうのがここで出てきています。今できることとしては、自分を解放していくことだったりとか、ストレス発散すること、そして何かに対して区切りをつけなきゃいけないよねっていうふうに、もしご自身の中で感じていることがあれば、そこを区切りをつけていこうとか、はっきりさせていこうねっていうところはあります。でも一番感じるのは、ネガティブなパワーを押し出していこうねっていうふうに感じます。あとはあなたの中で抱えきれなかった思いとか、ネガティブなことじゃないんだけど、でも自分一人で負担になっていたとか、そういう思いを外に出していくタイミングがやってくるのかなと思いますね。あなたの中でもバランスを整えていく時っていうのを感じるので、心身のバランスだったりとか、時間や収支のバランスかもしれないし、お相手との関係性を今一度見直すってこともそうかもしれません。ネガティブな思いを吐き出してバランスをとっていくのかもしれない。今そこに目を向けてねっていう風に入っていました。あとは一つ気になるのは、あまり眠れていませんっていう方は、なるべく眠る時間を増やしてみてください。それでもね、早く寝ても早く起きちゃうんですとか、ゆっくり寝れないんですっていう方もいろいろいると思うんですが、なるべく早寝、今よりも1時間早めに寝てみるとかっていうのを意識されるだけでもだいぶ変わってくると思います。ではこの後ですね、2人の関係性がどう変わっていくのかっていうのをまずもらっていきましょう。2人の関係性がお相手が動くことによって、そしてあなたが今できることをやることによってどうなるのかっていうのをもらっていきます。お相手の伝えたいお気持ちとか思いとかっていうのはちゃんとあると思うんですね。はい、2人の関係性、ペンタクル9、素晴らしい。今そう連動してますね。あなたが受け取るものがちゃんと出てくるよって、愛されるよって、達成するよっていうね、カードが入っています。実りのカードですね。はい、ちゃんとお互いが努力したからこそつながっていくものがあるんだよとか、そして安定するっていうことも入っていますので、ぐらついていたものが安定するでしょう。
そしてお相手との濃厚な時間を過ごすことができるとかね、あとは周りから認められるっていうのも入ってきます。努力が実を結ぶ時がやってきます。あなたが今結ぼうとしているものは何でしょうか。そのために何が今できるでしょうかっていうところに焦点当ててくださいねっていうカード入ってましたね。そうですね、お互いが進んでいくことややれることをやっていくと実りのカードへつながっていくよっていうのがね出てきていましたね。はい、では今後あなたに向けてのメッセージもらっていきましょう。で、今できることっていうのでアドバイスももらったんですが、もう全体的に何かあなたにメッセージをくださいということで、最後にルノルマンカードからもらっていきます。ただあなたは進んでくるお相手を受け止めてくださいねとか、優しく寛大な心で受け入れてくださいねっていうのが入ってきます。で、お相手が伝えたかったことっていうのももらっていきましょう。お相手が伝えたかったこととしては5番木のカードです。で、お相手は今までいろいろとやっぱり自分があなたに向き合えていなかったってことに対して後悔していたりとか、あとは信頼関係ですよね。2人の信頼関係がぐらつくようなことしてしまったんじゃないかっていうふうに思ってるんですよね、こっちが、お相手の方が。それをなんとかまた修正していきたいとか、仲直りしたいとかね、育んでいきたい、喧嘩していないとかぐらついていないっていう方でも、もっとしっかりした信頼関係を築いていきたいっていうのもここで現れています。どんなに曲がりくねった道があったとしても自分たちで乗り越えていきたいっていう強いお気持ちがここ2枚で出てきてるんですよね。なかなか状況が変わらないこともあるかもしれないけど、それでもめげずに今度はやっていくんだっていうね、周りから何も言わせないぐらいの勢いで多分お相手はやってくると思うので、あとは変化や自由を求めて自分たちを解放させていく意味で多分動かれていくんじゃないかなと思いました。では最後にね、またあなたに向けて今できることも含めてね、全体的にアドバイスくださいということで、信頼関係とか安定しなかったこの土台ってところをお相手は気にしています。それを改善しようと思って進んでくるんじゃないかなと思いました。もう全体的なアドバイスとしては道のカードですね。22番、どのようにあなたが進んでいきますかっていうことを今一度確かめてみてくださいねっていうふうに言われているカードです。はい、そうですね、選択の場にあなたが立つのかもしれませんね。変化を受け入れていくためには何かをあなたは決めていかなければいけない、そこに立っているよっていうのを教えてきてくれています。またはあなたが自分の思うように自分自身をコントロールして飛んでいくためにはどんな方法が必要ですかとか、そういうのも教えてきてくれているかなと思います。そして大切にしてほしいのはあなた自身の心が安定することですね。この木のカードでもね、信頼とか安定とかっていうワードが入ってくるんですが、あなた自身ももしかしたら今心が揺れていたりとか不安になっていたりとかするかもしれません。まずはそれを受け入れましょう。自分がぐらついてるんだってことをまず知ること、そしてどうすれば安定するのかなとか、それは人によって違うかもしれない。息抜きだったりとかストレス発散だったり、誰かとおしゃべりしたりすることで解消されるとか、知恵をもらえるとかアドバイスもらえるってこともあるかもしれないので、あなたなりのやり方でいろんな方法を試してみてっていう風にね入っていましたね。はい、これがアドバイスです。そして自分のことを安定してきたら今度は2人の関係性について目を向けてみてねっていうのも言われています。どこかしらであなたが何かを決める瞬間がやってくるよっていう風に入っていました。そしてね、最後にお選びいただいたカードからメッセージをもらいましょう。こちらは認識のカードです。あなたの視野を広くしていきましょう。心の中を見てください。あなたの心の声を解放してください。心の声を聞いてください。あなたの望みと今見えている世界は同じになっているでしょうか、それとも違うでしょうか。それを感じてくださいというカードですね。視野を広げて心の声に耳を傾けて
今見えている世界を確認してねっていうカードでした。そして今回はお相手があなたのことについて後悔していることで見てるので、もしかしたら今距離が離れちゃったよっていう方もいるかもしれません。その方々はお相手の方が向かってきてくれるでしょう。はい、前に進んでくるっていう強いカードが入ってきていましたので、あなたはそれを待ちながら今自分でできることっていうところに目を向けてみてください。以上、こちらが1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手があなたのことで後悔していることはありますかということをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。まずはタロットカードをシャッフルしていきます。今回はタロットカード正逆採用で見ていきます。こちらはお相手目線でカードを展開していきます。あなたのことについて後悔していることがあるのか、あるとするんだったらどんなことなのか、またはどこに原因を感じているのかということをもらっていきます。お相手のお気持ち教えてください。今関係性としては浅い関係性から、そしてお付き合いされている関係性の方まで幅広くご覧いただけます。はい、後悔していることがあるのか、中には離れてしまったっていう方もいるかもしれません。ではお相手に聞いていきます。はい、それではオリジナルのスプレッドでもらっていきます。はい、こちらでもらっていきます。ではめくっていきましょう。はい、ソードのページ、そしてペンタクル9ですね。全部正位置で、そしてこちらがソードのエース逆位置で、ここが、ペンタクルページ逆位置と、そして、はい、カップの2番正位置。そうですね。それでお相手はあなたのことを思っていますね。あとはマジシャンと、ソードの6番が入っています。あなたに責められちゃったとか、そうですね。または警戒されちゃったなっていう風にお互いが感じていた過去があったかもしれません。過去から現在こう見ていくと、そうですね、お相手とあなたの中で何かしらのやり取りとか、中にはそうだな、衝突とまではいかないんだけどすれ違いだったりとか、相手の思ってることがよくわからないとか、理解しがたいとか、時には何を考えてるんだろうっていうふうに思っちゃったりとかするようなこともあったのかな。またはね、駆け引きっていう感じもするんですよ。そこまで重くないんだけど、衝突とかね、すれ違いとかそこまで重くないんだけど、駆け引きしてる中で本当に相手の考えてることって何なのか分かんなくなっちゃったとか、本心って何なんだろうみたいな、お互いが様子見ちゃって、なんかこう片思いなのかな、両思いなのかなみたいな感じで思っていたのかなっていうところもあります。お相手から見たらあなたって、ちょっと警戒されているな自分って思っていたりとか、中にはね、
あなたの方から何か言われたっていう風に感じてるよっていうお相手もいるかもしれないんだけど、もうちょっとライトな感じかもしれない。2人の関係性についてやり取りしていたのかもしれないし、どちらかというとあなたが積極的に動いていて、お相手がそれを受けて、さてどうしたもんかみたいなことで、もっとねチャキチャキやろうよみたいな感じであなたが言っていたのかもしれないし、いろんなやり方使ってもっとより良いものにしていこうよっていうあなたに対して、ここはこうしたもんかああしたもんか、どうすればいいかなとか、いろんなこと考えてるよっていうねお相手もいますし、いろいろとね周りを見ているっていう、よくよく分析して何が今自分たちの状況がどうなってるのかとか、どうすればうまくやっていけるのかなとか、そういうことも感じていたみたい。あとは2人が一緒になって同じ目的に向かってうまく立ち回ろうと思って頑張っていたよっていう方もいると思うんですよ。気持ちとしては揃っていた、だけどちょっとズレを感じていたりとか、同じ方向を向いてやっていたんだけど、あれ何よとかっていう瞬間もあったりとか、あれ思ったより動きが遅いなとかっていう風にね、どちらかが思ってしまったりとかっていうのもあったんじゃないかなと思いますね。ではお相手目線でね今お話ししてるので、お相手から見たらそういう風に見えたよっていうことで、そして何か後悔してることありますかっていうことで、でもねその2人で同じ方向を向いてやっていたはずなのに、駆け引きかな、言葉のやり取りだったりとかね、駆け引きしていて、好きなの好きじゃないのみたいなことを言ってる間に本心が見えなくなっちゃったとか、信じられなくなっちゃったってこともあったかもしれないなっていうのがお相手の中で感じてること、そしてそんな風な態度も取っちゃったっていうのがあるんですよ。どこかねそわそわしちゃったりとか、あとはあなたに対してちゃんと向き合うことができなかったとか、あなたのやり方に対して理解を示すことができなかったとかね、もっと真剣にあなたと向き合って取り組むべきだったんじゃないかなって今は後悔してるよっていうのが入ってるんです。思いだけじゃなくて、言葉だけじゃなくてとか、口約束だけじゃなくて、ちゃんとした形に残していくべきだったんじゃないかなとか、ちゃんとした形で示すべきだったんじゃないかなとかっていうところも感じてるかもしれません。ただし愛してるんですよ、あなたのことを。心の中では気持ち通じ合ってるよねってことを確認したいっていうことが出てきているんですよね。そして今の2人の関係性ってはっきりしていない曖昧な感じっていうのがお相手目線では入っていますし、そうだな、これから始まっていくための何か材料が欲しいだったりとか、勇気が欲しいとかねっていうところもあります。ちゃんとはっきりさせていかなきゃいけない、そのために自分が向き合っていかなきゃいけないんだよねって。で、何に向き合っていくのっていう風になってくると、自分があなたと向き合っていくことだったりとか、自分の誠意気持ちを見せていくことも必要だよなっていう風に感じています。自分が動けていなかったことが一番の原因なんじゃないかっていう自分自身の中にあるよっていう風にお相手は感じていますね。そしてこれからそうだな、あなたと向き合っていくために動いていこうと考えてはいますよ。実際に動くかどうかっていうのはこれから見ていくんですけど、そうですね、すごく集中していますし、今自分自身のことに対してもね集中しているし、誰かから助けが欲しいなっていうふうにも思ってるかもしれない。または甘えていたことに対して一人で立ってこれからやっていこうっていうふうに決めたのかもしれません。何かと今までできなかったことに対しては誠実に向き合っていこうっていうふうにね、何かを実感されたっていう方もいるかもしれない、お相手の中では。それも後から出していきます。ただしそうだな、そこまでひどくがっかりしていたりとか、すごく落ち込んでいたりとか、もうあなたとの間でうまくやっていけない、もう終わりだっていう風にそこまでは感じてないんですよ。まだこれからやっていける可能性をすごく感じるっていう風にね思っていますので、
自分の気持ち、あなたに対するお気持ちがちゃんとあるから、それを2人で満たしていくためにこれからやっていけること、これからだよねっていう感じがするんですよ。はい。なのでこの2番をお選びいただいた方っていうのはちょっと差があるかもしれない。お相手とのその距離感によって、さっきも言ったみたいにそこまで重くないんだけど、軽いやり取りの中で、駆け引きの中でちょっとすれ違ったよねっていうことがあったのかもしれないし、もうちょっと重くなっていて、同じ方向を向いてやっていたのに言い合いになっちゃったとか、スピードが違うとかね、そういうことを感じたっていう関係性の方もいるかもしれない。だけどお相手の中では気持ちちゃんとあるし、これからもっと可能性広げてやっていけるんじゃないかって思ってる。だけど今のままだと、今の2人の関係、現段階では曖昧な感じがするなっていうのはありますね。じゃあどうしたいのっていうところをもらっていきましょう。お相手がこれからどう動いてくるのかっていうね、今後について聞いていきます。こちらのタロットシャッフル済みです。制逆採用で見ていきます。お相手はどんな動きを見せてくれるのかっていうところをもらっていきましょう。お相手の動き、2人の関係性どう変わっていくのか。ワンドのエース逆位置、ワンドのキング正位置。ひっくり返るようなことが起きるんじゃないかな。そしてソードのページ逆位置で入っています。ちょっとこのままだとまだそうだな、まとめていかなきゃいけないよねっていう感じでは入ってきています。いろんなことが逆転するかもしれない。もうダメなんじゃないかって思ってたことが一気に火がついたかのように勢いよく燃え上がって大丈夫っていう風な自信にみなぎるのかもしれないし、かと思ったら少し消極的になっちゃったりとかもするので、これはね、何が必要かっていうのを1枚もらった方が良さそうな気がします。はい。これを出してからもう少し深く見ていきましょう。お相手がこれからどうしたいのか1枚ください。お相手がどうしたいのか、素晴らしい太陽のカードが入っています。31番太陽、お相手、日の目を浴びたい。そしてお相手の心の中っていうのはあなたと結ばれていきたいっていうね、気持ちを通わせていきたいってことがまず本心で入ってるから、それを日の目を浴びたいっていうことはあなたに見てほしいって思ってるし、スポットライトを浴びたい、もう明るく輝いて成功させていきたいっていう思いが、これがお相手のお気持ちなんですよ。どうしたいのかって言ったら成功させていきたい。自分の気持ち、自分がこれから動くことをもう本当に成功、実現していきたいっていう気持ちがすごくある。達成させたいとかね、そういうのがすごいある。始めていきたいとか、自分の力を発揮して自分の力で変えていくんだとか、あとは自分で動くだけじゃなくて本当にそういうチャンスに恵まれるといいなっていう期待もすごくあるし、期待だけじゃなくてチャンスをものにしてあなたと通わせていくんだっていうね、強いお気持ちがあります。いや、成功するんですって、お相手に何がしたいのって言ったら成功させるんですってことを言ってきてくれたので、明るい成功ですね、達成っていうのが入ってくるので、それに向けて自分は動くんですって。じゃあこのさっき出した3枚っていうのは、多分お相手はこの成功に向けて、自分の本心を叶えるために向けて動くでしょう。ちょっと波があるかもねっていうのはあります。うまくいかないこともあるでしょう。お相手の中でね、言えば自分でなかなかねうまくいかないなとかもどかしいなって思う時もあるんだけど、それでもあなたに向かってやっていく情熱っていうのは消えずにどんどん火をつけてやっていくんだっていう風にね、ダメだ、だけど頑張るぞっていう風にね、いろいろとお相手の中でも工夫されるのかもしれません。自分の中でやり方を変えたりとか見方を変えたりすると、ちょっとしたきっかけでうまくいき始めたりする、そのようなヒントを得るのかもしれません。お相手が
勢いに乗っちゃえば、あとはドンとあなたのところへ向かってやってくるだろうし、何かしらの変化だったり、それはとても明るい変化です。成功達成っていうカードが入っているので、それに向かってもう変わっていくだろうっていうのが入っていますね。おっちょこちょいなところもあるかもしれませんね。こう周りから見ていて、あれなんかこう空回りしてるなって思う瞬間もあるかもしれないけど、それでも最後はねちゃんと決めていくんだっていうのが入っています。多分あなたにも言いたいことがお相手はあるんだと思う。そんなおっちょこちょいな自分を見ていてほしいとか、温かく見ていてほしいなとか、何やってんのよみたいなことは言わないで寛大にしといてねっていうところもあるだろうし、でそして、過去に2人の間でちょっとしたすれ違いだったりとか、言葉のやり取りとかあったかもしれないけど、今度はね自分の気持ちを見せていくんだっていうところは出てきているので、まずそれを見ていてほしいなってことはあります。心をもう少し広くして見ておいてほしい、見守ってほしいなっていうところが出てきています。では今のあなたに向けて何かできることありますかってことで1枚もらっていきます。周りの意見とか周りの状況に左右されないでっていうのも入ってくるので、どちらかが周りのことを気にしていたり、最初はお相手がね気にしていたんだってことは入っているんですけど、でもお相手もねまだあるかもしれないけど、あなたもあるかもしれません。周りのことを気にすることがもしあるんだったら、そこは気にしないでお互いやっていこうっていう気持ち、お相手強い情熱を持っているので、それを叶えたいってことを言っています。あなたの中でも16番星のカードですね。そのままでいてください。そのままでっていうのはありのままのあなたでいてくださいっていうことですね。あなたの本当の心の中っていうのは、お相手と何を望んでいますか？うまくやっていきたいとか、あとはお相手が後悔していることに対して受け止めていくことがあなたはできるはずです。本当は。でもちろんね、今全然できてるよっていう方もいるでしょうし、全く許せないことないよってことがある方もいると思うんですけど、でもね、それでも自分の心に一度立ち返って、自分が何を望んでいるのかとか、お相手とどんな関係性を望んでいるのかってことを、純粋な気持ちってところを振り返ってくださいって。で今もしかしたらね、何かこだわりすぎてしまっているところがもしかしたらあったりとか、あとは目を向けすぎているところがあるかもしれないから、今一度立ち返って、自分は本当はお相手のことをどう思っているのかとか、そういう純粋なところに帰ってみてくださいねっていうのがまず出てきているのと、あともうダメなのかなとか、曖昧な関係のままずっと続くのかなっていうことに関しては、そこは光が今出てくるから、この光を見失わないでねっていうメッセージも入っていました。あなた自身の輝きを失わないでっていうメッセージも入ってくるので、もしかしたら今自分の心がきらめきがない状態というか、がっかりしていたり落ち込んでいたりとか、なんかつまんないなとか、そういうことも感じていた方もいたかもしれない。そこにまたポッと光を宿す時が今必要だよっていうふうに出てきていました。ではお相手がこうやって動いていくこと、考えていることっていうのが今あなたに伝わって、そしてあなたが今できることをやったことによって2人の関係性ってじゃあ変わるのかな、何か決まることあるのかなっていうことで、またカードをもらっていきましょう。何か2人の関係性変わっていくんでしょうかってところで、ただお相手がね空回りしちゃうような感じもちょっとするんですよね。で今出てきたのがペンタクルナイトです。いいですね。安定するでしょうって、気持ちだけじゃないよってところをちゃんと見せてくれるし、ナイトさんだからちょっとね空回りしたりとか歩みが遅いかもしれない。あなたから見たらもうちょっと早く動いてくれたらいいのになとか思うかもしれないけど、でも確実に動いていくよとか、自分の信念、お相手の信念って何なのって聞いたら、叶えたいことがある、達成させたいことがあるって、努力したいことがあるっていう風に言われていて、安定させたいことがあるっていうのが伝わってくるんです。でそれは何っていうと、あなたへのお気持ちがちゃんとあることを成功させていきたい、達成させていきたいっていう気持ちが強く出てきていて、じゃあそれに向かってゆっくりと
ゆっくりとかもしれないけど、でも責任持ってしっかりと歩んでいくよって、信頼関係を築いていくんだっていうところが出てきています。そして大きな困難っていうのは特に出てはきていない。強いて言うんだったら、周りの環境だったり人の視線っていうところがちょっと入ってくるかもしれないんですけど、そこに対しても周りに納得してもらえるようにとか、あとはその自分たちが耐えて、お相手も耐えて目標に向かってやる気を持って達成していくんだっていう強いね信念がここで出てきていますから、ちょっとゆっくりかもしれないけど、でも達成するよって言われてるから、すごくいいなと思います。だから長い目で見ながらも、あなたの心の光灯しておいてねっていうふうに言われてました。では最後に全体的にメッセージをもらっていきましょう。ナイトのカードも出てますから、向かってきてくれるってね、歩んできてくれるでしょう。そして感じるのは、あなたとコミュニケーションをとっていきながら方向性を決めていきたいとか、足並み揃えていきたいとかっていうところもあるのかなと思うし、もしあなたが今までお相手に対してちょっと早くしてよっていうふうに思うところがもしあったとするんだったら、早く決断してよって思うことがあるとするんだったら、そこはお相手の意見として、私に合わせてくれると嬉しいなっていう風な一言が出てくるかもしれません。ではあなたに対して全体的にアドバイスをもらっていきましょう。棺のカードが入っています。もしかしたら、そうだな、今感じること、もう一枚出してもいいですか。もしかしたらあなたの中で急ぎすぎていたことっていうのがあるのかなと思いました。あと逃していること、チャンスとかタイミングとか逃している可能性があるよっていう風に入ってきます。あなたもお相手の話、何を言いたかったんだろうとか、あの時何を言いたかったのかなとか、そういうことをもしかしたら考えていたかもしれないね。2人で良い関係を築いていくためにって、あなたはあなたで頑張っていったのに、結果にならなくて曖昧な感じ、どうしようみたいなところで、もしかしたら見逃していたものとか聞き逃していたものがあったかもっていうのが出てきています。それらを振り返ることも必要なんだけど、あとは自分の中で急いでいた、なんとか結果をせかしていたようなところがもしあったとするんだったら、自分自身の中でもなんとかしようってもがいていたような感じがするんですよ。なのでお相手とスピード感が違っちゃったのかなっていう感じも受けるんですけど、もしそこでピンとくる方がいるんだったら、もしかしたらあなたの中でいろいろと焦りが出てきていたのかもねって。まずその焦りっていう流れを一回止めようっていうのが入ってくるかなと思います。そうね。そして、いや全然焦ってないし、私どっちかっていうとゆったりと過ごしていますよっていう方は、そのままでいいよっていう風にも入ってきます。それはどちらかなので、今のあなたの状態に合わせてお受け取りください。そのどちらかを選択することによって、それに適したものが受け取ることが出てくるだろうっていうのも入ってきます。実感することがあるんじゃないかなというのが出てきていますよ。もちろんバランスをとっていくことっていうのも大切だよってことは教えてきてくれてるんです。調和、そうですね、お相手とのバランスもそうだし、あなた自身のバランスもそうだと思うんです。いろんなところで今バランスが崩れていないか、足並みかな、あとは自分自身の心もそうかもしれないけど、足並みが揃っているかどうか確認して、それができれば完成へ向かってぐーんとスピードが上がっていくだろうっていう風に出てきています。で、掴み取るものも出てくるだろうし、見逃しているものってことにも気づくことができるだろうし、またはこれはブーケのカードだからね、あなたが受け取る豊かさとかプレゼントっていうのもあるんです。それはお相手がゆっくりと育んで持ってきてくれるものとしてお受け取りいただけるといいんじゃないかなと思います。サプライズでビッグプレゼントはハッピーっていうよりは、もう確実にこれ持ってきましたよっていう風に誠実にやってくるお相手を待っているっていう方が近いかもしれません。ただし受け取ることができるから、その時にお相手のお気持ちをしっかりと聞くこと、聞いて自分の思いを伝えたりとか、そうだな、これから先どうしようかなっていう風に2人で決めていくことっていうのがアドバイスとして入っていました。
そして最後にお選びいただいたこちらのカードからメッセージをもらっていきましょう。これは救いのカードですね。あなたの体を愛する必要があります。自分自身を再生させるために光を浴び、風があなたに恵みを与えてプレッシャーを運んでいくように願いましょうというメッセージが入っています。太陽の光を浴びること、そして風を感じましょう。自然からの恵みを自分自身に与えて、自分の心のプレッシャーを飛ばしていきましょうっていうカードですね。今もしかしたらお疲れの方もいるかもしれません。あなた自身の体を愛してくださいねっていうカード、メッセージが入っていました。こちらも参考にしてください。今回はお相手があなたのことについて後悔していることについて見ていきました。そしてお相手の今考えていることやこれからどうなっていくのかっていう展開も見ていきましたので参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手があなたのことで後悔していることについて見ていきます。こちらは浅い関係性の方、または距離が今離れてしまったよっていう方、どなたでもご覧いただくことができます。見たその時がタイミングですので、お相手がどう思っているのかとか、あとはこれからどうしようと思っているのか、本心っていうところを見ていきます。そしてタロットカードシャッフルしていきます。タロットカードは制約採用で見ていきます。こちらのカードからお相手目線で物事を見ていこうと思います。お相手が後悔していることあるのか、いやもしかしたらなくて全然ハッピーっていうね、あなたとの関係が良好っていう風に出るかもしれないし、テーマとしては後悔していることありませんかってことで見ていくので、そこに焦点を当てていこうと思います。ではお相手に尋ねていきます。今回はオリジナルのスプレッドを使って展開していきます。お相手何か原因に感じているようなことや後悔していることなどあるのか、そしてお相手から見たあなたって今どう映ってるのかっていうことも見ていきます。またはね、今現在お相手が感じる2人の関係性ももらっていきます。はい、それではよろしくお願いします。はい、ワンドの3逆1、ワンドのクイーン逆1、エンペラー正1ですね。そして、チャリオット正1、あとは、カップの3逆1、はい、そして、節制のカードもう1枚もらっていきます。はい、ペンタクルエース逆1ですね。これでもらっていきます。お相手目線で今ね見ていきますので、そうですね、何か後悔してることありますかっていうことで見ていってるんですが、そうですね、今これを見ると、もし強いて言うとするんだったら、お相手が積極的になりすぎちゃったかなっていう風に自分で感じてるのかなと思いました。急ぎすぎちゃったなみたいな、自分で急いで関係性を進めちゃったとか求めちゃったなっていうところがあって、あなたの気持ちをちょっとだけ無視しちゃったなっていう気持ちがあるのかなとか、今現在自分で空回りしてるなとかねっていうところを自分自身が感じてるっていうのが出てきています。そしてあなたに受け取ってもらえていないとかね、自分の気持ちとか、あとは自分に対して時間を割いてもらっていないっていう風に、見えるみたい、感じるみたいっていうのがある。
ちゃんとあなたに伝わっていないんじゃないかなとか、自分が動いたんだけど受け取ってもらえていないんじゃないかなとかっていう、ちゃんとした形としてあなたに届けられていないんじゃない、気持ちばかりが空回りして、ちゃんとしたデートができていないとかね、誘ったんだけど空回りしちゃってとか、誘ったとか、そのあたりで自分の中でぐるぐるしちゃったりとかして、あなたにちゃんと届いていないんじゃないかって、動くには動いたんだけどなみたいなのがあるみたい。もしくは動きすぎちゃったのかなっていうところもある。自分の中ではそれが一番いい方法だって、ベターだと思って動いたんだけど、少しねそれがあなたには伝わりづらかったのかもしれない。もしね強いて言うんだったら、ただいろいろとカード見ていくと、そこまでこじらせていないんじゃないかなっていうのが出てきてるんですよ。仲良くなりたくて動いたっていう感じで入ってくるので、これからすっごいいっぱい期待していて、仲良くなれるんじゃないかなとか、やってみよう、こうやってやってみようとか、いろいろ自分の中で汗して頑張ったんだっていうのが入ってきていて、でうまくバランスを取るために、あなたと関係性を良好に保っていくために自分が動いたんだよってことが必死に伝わってくるんですよ。だからすごく後悔してますとか、うわ落ち込んでるとか、もうダメだとか、嫌われたんじゃないかなとか、逆にねあなたに対して怒ってるとかイライラしてるとかじゃなくて、本当に純粋に仲良くなろうと思って、お近づきになろうと思って行ったんだけど、ちょっと空回りしちゃったかなみたいなところは自分の中でちょっと感じてるかなって。で自分の気持ちが全部あなたに受け取ってもらっていないような感じがするのは、自分が空回っちゃったからかなっていうふうには思ってるみたいです。延期になっちゃったこととかもあるんですかね。デートが延期になっちゃったとか、楽しい時間を過ごしたかったんだけどなみたいな、二人きりになりたかったんだけどなれないんだよなとか、いつも誰がいるんだよなとか、そういうことも感じてるみたいですね。自分の中で仲良く楽しい時間を過ごしたい、コミュニケーションを取っていきたいのに進むんですよ。やってるんだよ。自分ではやってるんだよ。だけど本当に自分が満足するほどコミュニケーション取れてるかって言ったら取れてないんだよっていうのが入ってきていて、じゃあ、今お相手が感じる2人の関係性ってどんな感じっていう風に聞くと、だけどねいろんなこと空回っちゃったけど、それでも全部は受け取ってもらえてない気がするけど、それでもねあなたとうまくやれてるような感じがするっていう風に落ち着いてるんですよ。だからそういうところを見ていくと、あなたもあなたで、お相手空回りしてるなとか思いながらも、温かく見てくれてるのかなっていうのをね感じますね。これは第三者の私の目線で今言うんですけど、いろいろお相手が動いてくれたりとかするんだけど、その中でもうまくバランス取れているのかなっていうのが感じられます。それは多分あなたが大きな心で、広い心でお相手を見ていてくれてるからなのかなって、どっしりと構えてくれてるからなのかなと思います。はい、ではこの後見ていきましょう。お相手が実際今後どういうふうに動いてくるのかとか、あとは2人の関係性がどういうふうに変わっていくのかってところをもらっていきます。ただ仲良しすぎるんじゃないのっていうぐらい仲がいいとか、あと距離感も今いいんじゃないかなっていうのを感じるので、そうですね、お相手が元気いっぱいすぎるっていう感じもするんですけど、あとは自分の空回っちゃったことに対して少ししょぼんって今してるかもしれないけど、結局2人の関係性はあなたにかなわないなっていうところも感じてるんじゃないかなって思うんですよ。ではお相手がどんな風に動くのか、またはどんな風に2人の関係性が変わるのか、こちらのカードも制約採用でシャッフルしてあります。ソードの9、ソードの9正1とペンタクル8正1、はい、そしてワンドのページ逆位置です。はい、そうですね、
こうやって見ていくと、一番大事なのはお互いが歩調を合わせることだったりとか、そうですね、あなたの手腕にかかってるかもねみたいな感じでカードが言ってるような気がします。こうやって見ていくと、そうですね、じゃあもう1枚出そうかな。あなたに対してもらっていこう。多分あなたの方が上手なんじゃないかなと思うんですよ。そしていろいろなことあってもお相手を支えていけるとか、どちらかというと、カバーしてフォローしてくれるとか、多めに見てくれる、優しいっていう感じがするんですけど、はい、そうですね、ペンタクル4番、安定してますよね。そう、あなたはそのしっかりとした土台を持っていますので、その心で、お相手を見ていくというか、育んでいくというかね、2人の関係性を作り上げていけばいいんじゃないかなっていう風に出てきています。そのままでいいよっていう風にも入ってくる。あなたの中で大事にしているものをそのまま大切にしてくださいねっていうのも入ってくるし、育んでいくんだよっていう、多分もうそういう覚悟というかね、お気持ちが出てるんじゃないかなって。お相手の中ではあなたに全部自分の気持ちや、自分がこうしたいってこと伝わってないんじゃないかなって思ってるんだけど、実際でもあなたは受け取ってるところあるんじゃないかなって思うんですね。あとは時間が少しずれていたりとか、あとはそうですね、お相手が自分の魅力を全てあなたに伝えきれてないっていうふうに思ってるんだけど、でもあなたの中では感じてるところがあると思うんですよ。なのでそのどっしりと構えておけばいいのよっていうふうにカードが言ってくれているので、やはり2人の関係性を育んでいくためにあなたがベースとなっていくのかな、この2人の関係性はっていうところが見えています。ただお相手が積極的なんですよね。空回ったりとかするかもしれないんだけど、その中でも動いてきてくれるから、全然動かない、全く何考えてるかわからないとかじゃなくて、分かりやすすぎるっていう感じがするから、そのあたりをうまくコントロールできる力をあなたは持ってるでしょうってね、出てきています。そうですね、どちらかが不安に思ったりとか、行き過ぎることも出てくるでしょう。真面目すぎるとかね、あとは落ち着きがないとか空回っちゃうなとか、あとお相手がそれによって落ち込んだりとか、あなたも時には落ち込みますよね。タイミング合わないなとか、何やってんだろうとかっていう風に思う時も出てきて、自分自身が何やってるんだろう、どうしようかなっていう風に思う時も出てくると思うんだけど、でも一番大事なのって毎日の育みだよねっていう風にここで入ってきています。2人が同じ思いを揃えていくことが大切だよねっていうのが入ってくるので、そうですね、でもそれはね、その性質はあなたはもうすでに持ってるから、今の自分の長所を生かしていく、伸ばしていくっていうようなイメージでいる、そしてお相手をフォローしていけるんだっていう、気持ちでいるとうまくいくんじゃないかなっていうのが出てきています。すごくね、いい距離感で今いますし、これからまたどんどんとね仲良くなっていけるでしょうし、あなたがリーダーシップを取っていくといいのかなっていう気もするけど、でもお相手は自分で動きたいっていうところもあるから、そのあたりのバランスうまく取っていけるんじゃないかなって、あなただったらできるよっていう風に入っていました。ではルノルマンカードから今のあなたにできることっていうのをもらっていきましょう。ただその今2人の関係性においてバランス取っていきましょうねっていうところも入ってるので、そのバランスっていうのがね、多分ね、みんなが言うバランスとこの2人のバランスって多分ちょっと違うと思うんですよ。独特だと思うんです。でもあなたたちの中のバランスでいいのよっていう風に入ってるから、それで大丈夫。そして今できることとしては7番ヘビのカードともう1枚もらっていきますね。レターのカードです。伝えていきましょう。嫌なことは嫌だって言ってもいいのよっていう風に入ってくるのと、あとはそうだな、
お相手に対してここを直してよみたいな感じで、あなたってそんなに強く言うことあるかな。でもあるかもしれないけど、言えばちゃんとお相手は改善してくれると思うから、もし何か強く言いたいことがもしあるんだったら言ってもいいよっていう風に、逆に吐き出した方がいいかもねっていうのは出てきています。でもなんだろうな、これを言ったからといってお相手に嫌われるとかそういうことじゃないから大丈夫よって、またそのあたりもうまくやれると思うし、ポジティブな方向に持っていけるでしょうっていうのもあるしね。そしてそうだな、本当にうまくやっていけるから大丈夫よっていうのもあるし、そうね、あとはあなた自身も自信持ってもいいよっていうのも入ってるから、もしね自分受け取れていなかったのかなとか、何か悪いことあったのかなとか、お相手が気に病むようなことをしちゃったかなとか、何か感じることがもしあるんだったら、いやそうじゃないからねって、あなたは心を広く持ってればいいんだよって、魅力的だからねっていう風に入ってますから大丈夫ですよ。何か伝えたいことがあったら伝えてもいいでしょう。そしてあとは今できることをやっていった場合に2人の関係性、お相手がねこれからどう動いてくるのかとか、あなたが今できることをやると2人の関係性はどう変わるのかっていうところを学っていきます。あともう制限かけずに自分らしくいればいいんだよっていうのが、シンプルに入ってくるかなと思いますね。おっと、たくさん出たので1回しまいますね。ちょっとたくさん出過ぎかな。どうでしょうか。何かね、あなたの機嫌を損ねちゃったなっていう風に、思うお相手がいるかもしれない。ごめんなさい、これ私エンペラーって言ったかもしれないけど、エンプレス、女帝です。女帝のカード。そうだから、あなた中心でいいんだよっていう風にね、お伝えした通りお受け取りください。あなたは愛されるべき存在だからっていう風に、お相手の中でね2人の関係性として、もう私はあなた中心に生きてますよみたいな感じで、お相手の中ではそう捉えてるんですって。もうあなただけなんだよっていうのをね、大本命ですっていうのが入ってるから、それも踏まえた上で、あなたがうまくバランスとってやっていけるんじゃないかなっていうのが入ってきています。じゃあ2人の関係性って何か変わることあるのかなっていうふうに見ていくと、スターね、そうですね、スターの逆で入っていますね。もう1枚もらっていきましょう。フール逆。カップの3、正位置で入っていますね。じゃあそうだな、あなたがブレーキをかけることも必要かもねみたいなアドバイスは入ってきています。2人の関係性がどう変わっていくのかってところを見ていくと、たまにやっぱりお相手のスピード感がありすぎる時もあるのかなっていうのは感じられますね。そういう時に、そっちじゃないよ、ちょっと待ってって、違う違う、待って待ってみたいな感じで、たまにはブレーキをかけてあげるとか、危ないよって足元教えてあげるとか、今ちょっとぐらついてるからもうちょっと待ってねとか教えてあげる、ガイド役みたいな感じであなたがなっていくんじゃないかなっていう風に、そうなるといいねっていう風にも出てきています。あなたが道しるべとなっていくのが、最善の方法、最短ルートかなっていうのが出てきていますし、温かく2人で育んでいけばいい。楽しくいつもね、楽しいことっていうのをイメージしておいてねっていうのがあるんです。もちろんね、計画性は必要ですよ。必要だけど、羽目を外しすぎない程度に、落ち込んだりとか元気ない時こそ明るい方向へ2人で持っていこうっていう風になるといいのかなという風に出てきています。いいですね。記念日を作ったりとかするんじゃないかな、これからと思います。そういう記念日も大切にするんじゃないかなっていう風に感じますし、いいと思います。では全体的なアドバイスをもらっていきましょう。
中にはね手料理を振る舞ったり振る舞ってもらったりとかっていうのもいいでしょうっていうのがあるな。お相手があっちこっち行かないように見てることっていうのもいいと思いますし、逆にねなんだろう、この人離れていかないから好きにやらせてもあなたに虜になってて離れていかないから、ある程度自由にさせておいてもいいかもねっていうのも入ってくるかなと思います。ただでも今の現状のお相手の考えてることっていうのが、自分がこうしたいと思ってることがそうなっていけるんじゃないかなとは出ています。はい、33番解決しますね。足並み揃えていくから解決するんだよっていうね、揃ってるっていう風に入ってるのと、カニのカードだから困難なことがもし今あったとしても、それは2人の力で解決していくんだろうし、そうヒントだったり解決していくよってことが言われてるから、問題解決しますっていう風に出てきています。それは2人が足並みを揃えるからだよっていうのも入ってきていますね。あまり過去のことに対してこだわらないようなあなただと思うので、いつまでもね過去のことにこだわってああでもないこうでもないってもしなるんだったら、そこはもう過去は過去っていう感じで流しちゃってもいいよっていうのが出てくる。でどうしても許せない過去があるんですっていう感じの並びではないから、多分できると思うんですよ。やろうと思ったらスッと流れていけるようなものだから、過去にもしこだわっているところがあって、どうしても許せない、お相手に対して許せないってところが本当に許せないのかどうかってことをもし感じてる方は、そこを一度見直してみてもいいかも、そこにヒントがあるかもねっていうのは入ってきていました。では最後にお選びいただいたこちらのカードからメッセージをもらっていきます。このカードはコミュニケーションのカードです。あなた自身をイエスと肯定していきましょう。あなたの言葉を広めて願いを抱きしめてください。あなたの言葉が水のように澄んでいて岩のように硬いものでありますように。ネガティブな言葉はもう発することはありません。はい、このようなカードのメッセージが入っていました。ネガティブなことはもうあなたの口から出てくることはないでしょう。はい、そして自己肯定感を高めてください。自分の言葉、願いを抱きしめてくださいね。水のように柔らかく流れて澄んでいるあなたの言葉は澄んでいて、そして岩のように硬いものです。はい、しっかりと芯が通ってるよってことですね。言葉っていうことを表すカードですね。こちらにも注目してください。今回はお相手があなたのことに対して後悔していることありますかっていうのをテーマで見ていきました。3番の方、お相手後悔していることを言うとするんだったら、自分が空回りしちゃってるんだけどあなたにぞっこんですよってことが出てきていましたね。はい、そして2人の距離感についても考えていたりとか、程よい距離感で今いるのかもしれないし、これからまたさらにより良い距離感へ向かっていくのかもしれないというところは、それぞれの関係性において変わってくるかと思います。はい、では3番の方、以上でリーディングを終わらせていただきます。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。